霊界通信小桜姫物語浅野正三郎千代50イチョウのせい。一通り野原の妖精見物を済ませますと、指導役のおじいさんは私に向かって言われました。この辺りに見かける妖精たちは概して皆年の若い者ばかり。性質も無邪気で一向たわいもないが、同じ妖精でも500年1000年と功労を経た者になると、なかなか思慮分別もあり、うっかりすると下手な人間はかなわぬことになる。例えば鎌倉八幡宮の社頭の大イチョウのせい。あれなどはよほど老成なものじゃ。おじいさま、大イチョウならば私も生前によく存じております。どうぞこれからあそこへお連れくださいませ。一度その大イチョウのせいと申すのに会っておきとうございます。承知いたした。すぐ出かけるといたそう。どこをどう通過したか途中は少しもわかりませぬが、私たちはたちまち懐かしい鎌倉八幡宮の社前に着きました。幅の広い石段、二塗りの楼門、群がる鳩の群れ、それから大きなコブだらけのイチョウの老木。ちらっとこちらから覗いたありさまは、昔とさしたる相違もないように見受けられました。私たちは一応参拝を済ませてから、直ちに目的のイチョウの木に近寄りますと、早くもそれと気づいたか、白茶色の衣装をつけた一人の妖精が木陰から歩み入で私たちに近づきました。身の丈は7、8寸、肩には例の透明な羽を生やしておりましたが、しかしよくよく見れば顔は40余りの老人の顔で、そして手に一錠の杖をついておりました。私は一目見て、これがイチョウのせいだと感づきました。今日はわざわざこれなる女性を連れてきました。と、指導役のおじいさんは老妖精に挨拶しました。お手数でも何かと教えてあげてください。ようこそおいでくだされた。と、老妖精は笑顔で私を迎えてくれました。そなたは気づかなかったであろうが、実はそなたがまだ可愛らしい少女姿で、この八幡宮へお参りなされた当時から、わしはようそなたを存じておる。人間の世界と申すものは瞬く間に移り変われど、わしなどは幾年経っても元のままじゃ。枯れた落ち着いた調子でそう言って、老いたる妖精はつくづくと私の顔を打ち守るのでございました。私も何やら昔なじみの老人にでも巡り合ったような気がして、懐かしさが胸にこみ上げてくるのでした。老妖精は一層しんみりとした調子で話を続けました。実を申すと、わしはこの八幡宮よりももっと古く、元はここからさして遠くもないとある山中に住んでいたのじゃ。しかるにある年八幡宮がこの鶴岡に勘定されるにつけ、その神木としてわしが数あるイチョウのうちから選び出され、ここに移し植えられることになったのじゃ。それから数えてももう随分の月日が積もったであろう。一旦神木となってからはもったいなくもこの通り幹の周囲にしめ縄が張り回され、誰一人手さえ触れようとせぬ。中には八幡宮を拝むと同時にわしに向かって手を合わせて拝む者さえもある。これと申すも皆神様のご加護。おかげでよそのイチョウとは異なり、何年経てど枝も枯れず幹も朽ちず、日本国中で無類の神木として今もこの通り栄えているような次第じゃ。長い年月の間には随分いろいろのことをご覧になられたでございましょう。それは見ました。
そなたも知らるる通り、この鎌倉と申すところは、幾度となく激しい合戦の巷となり、時にはこのイチョウの下で、ご神前をもはばからぬ一人の無法者が、時の将軍に対して人情沙汰に及んだこともある。そうした場合、人間というものは、さてさて、むごいことをするものじゃと、わしはどんなに嘆いたことであろう。でもよくこのイチョウの木に暴行を加えるものがなかったものでございます。それは神木であるおかげじゃ。わしの他にこのイチョウには、神様のご眷属が大勢ついておられる。もしいささかでもこれに暴行を加えようものなら、立ちどころに神罰が下るであろう。ここで悲鳴に倒れたかの実朝公なども、今はこの木にかかって守護に当たっておられる。いや、ちょうど良い折じゃ。そなたも一応それらの方々にお目にかかるが良いであろう。いずれもここにお揃いになっておられる。そう言われて驚いて振り返ってみると、甲冑をつけた武将たちだの、高級の天狗様だのが、数人木の下に佇みて、笑顔で私たちの様子を見守っておられましたが、中でも強く私の目を引いたのは、世にも気高い、若々しい実朝公のお姿でした。さなきだに不思議な妖精界の探検に、こんな意外の景物までも添えられ、心から驚き入ることのみ多かったせいか、その日の私はいつになく疲れを覚え、夢見心地でやっと修行場へ引き上げたことでございました。